すごいでしょう。びっくりでしょう。宇宙ってすごいんですよ。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はどんなに辛いことがあってもいつも何とかなってしまう人が密かにやっていることについてお話ししたいと思います。前回のこちらの動画、本当にたくさんの方に見ていただいて、もうまさにミラクルが今起こっております。たくさんコメントも寄せていただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。今辛い方の人生が好転するきっかけになればいいなって願っています。コメントには全て目を通しているので、初めての方も常連さんもどんどんコメントしてください。またこの機会にいいねやチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。 SNS でもいろいろ発信していますので、フォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は何があってもなんとかなる人が密かにやっていることについてお話しします。皆さんの周りにいつも楽しそうにしている方いらっしゃいませんか？なんかお金の苦労もなさそうだし、素敵なねご主人とか彼氏さんがいて、悩みなんて全然ないんだろうなっていう方いらっしゃいますよね。私なんかと全然違うな、私なんて全然ダメだ、ずっと辛いままで何にも変わらないし、なんて自分とその人を比べてドヨーンって落ち込んじゃったりしてませんか？じゃあそういう人たちがね、実際問題辛いことが全くない人生だったのかっていうと、そうではないんですよ。どんな人にも幼少期を含めると大なり小なり苦労する時期ってあるんです。私ね、本当にたくさんの方のお話を今まで仕事で聞いてきたんですけど、何にも問題のないお家ってないんです。外からわからないだけなんですね。その度合いに差はあっても、全く心に傷のない人、苦労をしたことがない人なんていないんです。例えばね、大企業の社長さんとか政治家さんとか、代々続く老舗の跡取りとして生まれてね、とっても裕福でお金には困らなくても、自分のね好きな道を選ばせてもらえなかったとか、親の期待を押し付けられてね自由がなくて苦しかったとか、いろいろと悩みはあるものです。それでも全然辛そうに見えなくって楽しそうな人っていますよね。そういう人って自分でいろいろ工夫をしてなんとかなってきたというよりも、なんとかしているんです。問題は問題としてあるんですけど、上手に付き合っていく方法を知っているので、何があっても動じずにその都度対処できているということです。軽い持病がある人ほどね、健康に気を使うので長生きするみたいな感じですかね。じゃあそういう人は一体何をしているのということですよね。結論から言うと、自分で自分の機嫌をこまめにとっているんです。自分の意識や感情をコントロールするのが上手い人ということになります。辛くてものすごく苦しい時に頭の中がネガティブなことでいっぱいになっちゃう時って誰にでもあると思います。でね、スピリチュアルを学び始めると、いつも明るくポジティブでいなきゃダメなんだとかね、感謝の気持ちを持たないとダメなんだって思って、ネガティブな気持ちを無理に抑えようとしたり我慢しなきゃって思いがちですよね。別にねネガティブでもいいんですよ。だってネガティブなのも含めて自分ですからね。例えばね、自分の愛しい子供だったら泣いている時だって可愛いでしょ。ですからそういう自分もまるっと受け入れて、いいよって認めてあげて、自分の機嫌を取ってあげればいいんです。自分のことを一番の親友や我が子のように思ってほしいんです。自分をね自由にのびのびさせてあげることで、自然に波動が整ってくると、また少しずつ動き出せるようになります。そしてね、勇気を出して足を一歩前に踏み出すことで、目の前の状況がどんどん好転していきます。じゃあどうやって自分の機嫌を取ればいいのかということを7つ挙げてみましょう。ネガティブな気持ちはあってもいいので、辛い時にはとりあえずこれをやってみてください。まず1つ目は体を動かす。掃除とか部屋の模様替え、断捨離、ウォーキング、ランニング、テニスといったスポーツもいいですね。考えないように我慢をするんじゃなくって、実際に何か別のことをして考えない時間を作る、意識をそらすことが効果的です。掃除や断捨離は浄化やお清め効果があるので、もう気分すっきり晴れ晴れとします。では2つ目は趣味に没頭する。趣味っていうと、例えばお料理、お菓子作り、裁縫、編み物、ガーデニングとか釣り、パズルとかね、絵を描く、ゲームをするとか、あと読書、音楽を聴く、好きなドラマを見る、アイドルの推し活とかいろいろありますよね。
自分の好きなことに集中しているとネガティブなことを忘れるので波動が整います。私はねすごく辛かった時期にパン作りに熱中して救われました。元夫がね帰りが深夜で遅いので子供が寝てからパンを作っていました。真夜中にねキッチンのテーブルでね黙々とパンをこねてるとなんか瞑想してるみたいでねすごいスッキリするんですよ。でねパンが焼けた時のいい匂いとか綺麗に焼けた時の達成感がねもう最高でしたね。辛いことを忘れさせてくれました。あとはコロナ禍にね布マスクを手作りするのもねハマりました。集中してねこうチク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 ってやってるとねすっごいスッキリするんですよ。趣味に没頭している間って今ここに集中できるのでとってもおすすめです。趣味といってもねギャンブルとかお酒は生活のお金まで使ってしまわないようにほどほどにしておきましょう。はい、では3つ目は美味しいものを食べる。美味しいものを食べてる時って幸せですよね。ただ目の前のご飯の美味しい味に集中して食べること、美味しいって幸せを感じることで自然に笑顔になれます。ダイエット中の方もねたまにはお休みを設けて、チートデーを作ってね美味しいものを食べてご機嫌になれる日を作りましょう。では4つ目は自然に触れ日光を浴びる。旅行で自然が豊かなところへ行ったり近くの公園でお散歩をするのもいいですよね。日光を浴びるとセロトニンっていう脳内物質が増えます。これはね幸せホルモンって呼ばれていて精神も安定するのでうつ病の改善にも効果があるそうです。私もね先日3連休お出かけしてきました。 YouTube のコミュニティに写真をアップしているのでまたよかったら見てみてください。あとお庭とかベランダでねガーデニングをするのもいいですね。家庭菜園は野菜が大きくなってくる様子に心が和みますよ。あとは観葉植物もねコロナ禍以降とっても人気ですよね。いつもね後ろとかに置いてますけど部屋がおしゃれになると気分が上がりますし心の癒しにもなってとってもおすすめです。はい、では5つ目はたっぷり眠る。睡眠不足だと思考がネガティブになりがちです。ですからしんどい時はとにかく睡眠時間をたっぷりと取りましょう。お天気のいい日にはお布団を干して太陽のエネルギーをいっぱい充電しましょう。ふっかふかのねお布団に洗いたてのパリッとしたシーツをかけて気持ちのいい状態にしていっぱい眠るともうそれだけで気分がすっきりします。こういうねシンプルなことが意外と効くんですよ。朝すっきり目が覚めたらねまあいっかなんとかなるかって思います。眠る時には今日も雨風に合わずにあったかいお布団で寝れる幸せだなってね、そして守ってくださるご先祖様や神様に感謝をしながら眠るとさらに効果的です。では6つ目はリラックスする。スピリチュアルではよくワクワクが大事だって言われていますけど、実はこのリラックスしている時の波動が最高波動なんです。ですからお風呂にゆっくり浸かったりサウナとか温泉に行くのもおすすめですよ。熱い気持ちいいお湯に浸かってる時とかサウナの中にいる時までね嫌な人のことを思い出したりってしないでしょ。もう本当にねその時間がもったいない。カラオケで、ね、大きな声を出して発散するのもいいですよね。私も一人カラオケ大好きなんです。自分がご機嫌になれるリラックスタイムを意識して取るようにしましょう。では最後の7つ目は学ぶ。私はね子供の頃から本が大好きで辛い時には本屋さんへ行って悩みの解決につながる本を探すのが大好きでした。心理学とかスピリチュアルとか自己啓発とかですね。今でも本をたくさん読みますし動画を見たりするのもいいですよね。でたまたま出会った本とか動画の中にサインとかヒントがあったりします。でそういう時ってね私本がね光って見えたりまさに今の状況にぴったりな言葉があってハッとしたり心が熱くなって目の前がパーッと開けていくような神秘的な感覚があったりします。そうするとね悩んでいたことがバカバカしく思えてきたり覚悟が決まって踏ん切りがついたりモヤモヤしていた感情をねパーッと手放せたりします。私の動画に出会ってくださった方が少しでもねモヤモヤがすっきりしたり希望を持ってくれたら嬉しいなと思いながら動画を作っています。はい、ということで7つの行動をご紹介しました。要するに自分を大切にする、自分の機嫌を取るための行動をするということです。その上で今この瞬間の幸せしっかり味わうことを意識してください。ここまで聞いてきてそんな単純なこと
そんなんで解決してたら苦労してないよって思った方もいらっしゃいますよね。問題解決のための行動ももちろん大事なんですよ。例えばお金に困っていて苦しいんだったら、神頼みをしてるだけじゃなくって、現実的にお金を生み出すような仕事や副業もしながら、自分の感情や気分を日々コントロールしてくださいということです。夢をぶっ壊すようで大変申し訳ないんですけど、ただ動画を見るだけでね、朝目が覚めたら宇宙銀行から1億円振り込まれていたなんてね、ぶっちゃけありませんから。そういうのを盲信しちゃうと、ただの現実逃避のね、依存体質になるだけで、現実は何にも変わりません。もしそういうことが本当にあるんだとしたら、1億円を稼げるような行動、つまりビジネスとか投資をしているはずです。宝くじに当たるよりも確率は高いですからね。ビジネスと並行して自分の意識を変えたり、気分よく過ごすことで、自分の想像を超えるようなお金が入ってきたり、奇跡が起こったって感じられるようなことが起こるんです。お金に困ってる人を誘い込むために現実の行動の部分を言わないっていうのはダメですよね。ですけど、ちゃんと意識を変えて必要な行動もして、お金が想像以上に入ってくることっていうのはあるんです。そういう時ってね、まるで魔法みたいだなって感じがするんですよ。ですから、ちゃんとしたスピリチュアルを学んで、ぜひ皆さんにもね、そういう経験をしていただきたいなって思います。あとはね、人間関係の問題もありますよね。旦那さんとかお子さんの問題行動とか、職場の嫌味な上司のこととか、親がいちいち干渉してきてうるさいとかね、友達が言って何気ない一言にぐさっと傷ついたりね、日々いろいろあるじゃないですか。でも同じように問題を抱えていても、なんとかなっちゃう人と、なんとかならずに心を病んじゃう人もいます。なんとかなる人というのは、相手を変えられないっていうことを知っているので、しんどくなってきたなって思ったらね、先ほどのような行動をして自分の機嫌をこまめにとっています。そしてね、嫌な上司がまた腹の立つことを言ってきたとしましょうか。そんな時は、あの人また家で奥さんとどうせ喧嘩したんだろうな、また家で奥さんに叱られてイライラしてるんだわ、かわいそうにとかね、最近抜け毛が増えたから八つ当たりしてんだろうなとかね、もうお葬式でしか会わないような遠い遠い親戚のおっちゃんだって思うことにするかとかね、少しでも自分の気持ちが楽になるような考え方をすればいいんです。もうね、それが本当かなんてどうでもいいんですよ。自分のイライラがね、少しでも楽になるような考え方をして波動を整えればいいんです。で、そうしてるうちに相手の態度が柔らかくなったり、相手とか自分が違う部署へ移動したりね、自分にぴったりの仕事が別に見つかって転職できたりということが起こります。つまり結局は自分の波動次第ということです。こういうのがね、まさに魔法みたいに感じられるから、スピリチュアルは面白いんですよ。辛い時になかなか抜け出せない人、なんとかならない人というのは基本的に真面目な方が多いです。で、真面目でいい人なんだけど、頑固で一本気なところがあるんですね。で、その上完璧主義だからこそ、相手のことが許せなかったり、自分のことが許せなかったりして、正面から問題にがっちり向き合ってしまうんです。そしてね、その問題の相手がいない間も、一人の時間もね、ずっとそのことばっかり考えて、一日中もう休みの日までね、イライラモヤモヤくよくよしちゃうんです。そうするとね、自分のための楽しい時間が全然ないんですよ。だから人生が辛くなるんです。あの人のあの言葉はどういう意味なんだろう、あの人のせいだ、あの人さえあの時こうしてくれていれば、私があの時あんなことを言わなければ、こんな感じでね、一つ一つ思い出しては検証して真剣に考えすぎてしまいます。でね、過ぎたことを何度も何度も繰り返し思い出しては、相手や自分を責めたり、怒りを感じたりね、罪悪感を持ったりして、ずっとね、心をぎゅっと締め付けて視野も狭くして苦しんでいます。でもこれってね、全部過去のことなんですよ。またはね、こんな自分では全然ダメだ、将来どうなるんだろう、老後は大丈夫なんだろうか、周りに迷惑をかけるだけだなんてね、今度は未来のことを心配して不安だ不安だって言ってるんですよ。過去とか未来のことばっかり考えて、今この瞬間に意識がないんです。でも過去ってもう変えられないし、未来ってまだ決まってないでしょ。それなのに今っていうこの瞬間をね、ただただ暗い気持ちでね、無駄に過ごしてるんです。こういうね、どうにもならないことをずっとぐるぐる考えていることをぐるぐる思考とか反数思考と言います。
このループをやめられないから人生が辛いんです。辛い辛いってばっかり言ってるから波動の法則でね、また辛いって思うようなことを引き寄せてしまいます。意識しようとしまいとまた同じ波動の未来を引き寄せるということです。ですからとにかく今自分を楽にしてあげてリラックスすることに意識を集中してください。実際にさっきお伝えしたようなね、別のことをして反数思考を減らすということがとても効果的です。でいろいろあっても、人生辛いこととか苦しいことがあっても人生なんとかなっちゃう人というのはこういうことを密かにというかほとんど無意識にやっています。スピリチュアルで人生が好転する方というのは波動を整えることを常に意識して自分で気分や感情をコントロールしています。そして自分は運がいい、なんとかなるって信じているので本当になんとかなっちゃうというわけです。本当に辛いことが全くないわけじゃなくって、何があってもプラスに転じるような考え方をしているから本当にプラスの現実を引き寄せるし、辛いことも学びに変えられるというわけです。そんなこと全部嘘っぱちだ、俺の方が人生どん底だぞとかね、これからもいいことなんてないとかっていう方コメント欄に時々いらっしゃいますけど、そうやって決めつけて思い込んでるからそうなってるんですよ。思考や口癖がちゃんと現実化して叶ってるんですね。信じようが信じまいがどんな方にも引き寄せの法則は働いています。つまり願いを叶える力はみんなちゃんと備わっているということです。だからね、そういうことを言っている方も意識や行動を変えれば人生はガラッと変えられます。すごいでしょう。びっくりでしょう。宇宙ってすごいんですよ。誰でもできるんですから諦めないでくださいね。ポジティブなこともネガティブなこともどっちにしても叶っちゃうんだったら本当に叶えたいことを願った方がいいと思いませんか？どんな時も諦めずに前を向こうってする方は絶対に人生が良くなります。ですから人生を本気で変えたいんだったら自分の機嫌をちゃんととって感情をコントロールすることを心がけてみてください。それほどね、お金をかけなくてもできることもたくさんありますよね。公園に行ってね、いい空気を吸ってベンチでねゆったりリラックスするとか、お風呂にゆっくり入るとか、たまにね近くのサウナや銭湯に行くとか、一人で美味しいコーヒーを飲むとかね、お化粧する時にねいつもよりちょっと丁寧にやってみる、好きな音楽を聴きながら植物に水やりとか土の植え替えなんかもいいですよね。そして今この瞬間の幸せとか贅沢な気持ちをしっかりと味わってください。この気分が生み出す波動がいいことを引き寄せます。そしてね、幸せだな、ほっとするな、安らぐわとかね、声に出して言うのも効果的です。以前ね、ながら瞑想っていう動画を出したんですけど、こういうリラックスタイムって自然に瞑想にもなるんです。今に集中して安心安定リラックスの引き寄せ波動になります。そしてね、大事なのはこのリラックスタイムを取ることに罪悪感を持たないでくださいね。この時間無駄にしちゃった、タイムロスしちゃったとかってね、ない方に意識を向けないで今あることの方に意識を向けてください。今日はゆっくり自分のために時間を使えたな、自分を大切にできたぞ、私偉い、きっといいことがあるぞっていう感じでね、たっぷり自分を褒めてあげてください。自分褒めの動画もありますのでね、参考にしてください。過去とか未来のことばっかり考えてイライラモヤモヤしてるなって気づいたら、意識してリラックスタイムを作って自分の機嫌を取りましょう。どんなことがあってもなんとかなるって思える心の強さが身につきます。自分を大切にして愛していたわってあげることでどんどんいいことが起こり始めますよ。皆さんもぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は自分の機嫌を取ることの大切さについてお話ししてみました。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。